野党議員がたまに国連憲章の敵国条項を持ち出して、日本がこれから持つとされる敵基地攻撃能力について批判しているのを耳にします。代表的なのがれいわ新選組の山本太郎氏でしょう。彼は街頭でもどこでもこの敵国条項をもって敵基地攻撃能力の保持を否定しています。彼の表現とは、日本がおかしなことをしたら責められる。国連憲章で正当化されているという内容です。さて、果たして本当でしょうか？おかしなことをしたらという国際法が存在するでしょうか？ちょっと全く意味がわかりませんので、実際に国連憲章を見てみましょう。国連憲章における敵国条項と呼ばれるものとして53条があります。国際連合広報センターの内容を紹介します。安全保障理事会は、その権威の下における強制行動のために、適当な場合には、前期の地域的取り決めまたは地域的機関を利用する。ただし、いかなる強制行動も、安全保障理事会の許可がなければ、地域的取り決めに基づいてまたは、地域的機関によって取られてはならない。もっとも、本条2に定める敵国のいずれかに対する措置で、第107条に従って規定されるものまたはこの敵国における侵略政策の再現に備える地域的取り決めにおいて規定されるものは、関係政府の要請に基づいてこの機構がこの敵国による新たな侵略を防止する責任を負う時まで例外とする。本条1で用いる敵国という語は、第二次大戦中にこの憲章のいずれかの署名国の敵国であった国に適用される。ちょっと難解な文章ですね。英語を翻訳したという理由もあるのでしょうか。少し分解してみます。安全保障理事会は、強制行動のために地域的機関を利用することがある。ただし、安全保障理事会の許可がなければ、地域的機関は強制行動を取ることができない。つまり、地域的な機関では安全保障理事会の許可を得て強制行動を行いなさいということでしょう。これが大前提となります。そして、第107条に従って規定されるもの、または侵略政策の再現と書かれています。それでは第107条を見てみましょう。この憲章のいかなる規定も、第二次世界大戦中に、この憲章の署名国の敵であった国に関する行動で、その行動について責任を有する政府が、この戦争の結果として取りまたは許可したものを無効にし、または排除するものではない。これも読みづらい文章ですが、この憲章とは国連憲章を意味し、そのいかなる規定も第二次世界大戦において戦争の結果として敵国に講じたもの、または許可したものを無効にすることはない。という意味となり、つまり戦後処理については例外であるという解釈となるでしょう。そうすると、もう一度53条を見てみた場合、敵国に対する戦後処理は有効である。敵国の侵略政策の再現を防止する目的において、強制行動を行うにあたって、安全保障理事会の許可が必要とする大前提の例外とする。という意味になるでしょうか。つまり、強制行動の前提は、第二次世界大戦で敵国であった国が戦後の取り決めを破棄し、侵略戦争の再現、つまり過去の戦争を再び始めた場合ということになるでしょう。少なくとも、日本がおかしなことをしたらやっちゃっていいよみたいなことはどこにも書いてありません。国連はそもそも第二次世界大戦の戦勝国によって作られた機構であり、その目的はもちろん戦後秩序の構築ということが大きな目的でしたが、そのような前提で第二次世界大戦の再現を認めないために講じる強制行動について、国連安保理の許可を必要としないという取り決めに過ぎず、日本やドイツが再軍備をすることや、将来的にいずれかの国と戦争となった場合に、その交戦権を剥奪するものとはなっていません。現に西ドイツは1955年に再軍備を行っています。終戦からわずか10年後のことです。やはり山本太郎氏が言っている、日本がおかしなことをしたら、という表現には疑問しかないでしょう。何か意図的に曖昧な表現にすり替えているように見えるのは気のせいでしょうか。日本が構築する敵基地攻撃能力は、第二次世界大戦の戦後取り決めを無効化するものでも、
侵略戦争の再現を行うものでもないのは明らかであるため、国連憲章第53条に示される例外事項には全く当たりません。そして、日本が敵基地攻撃能力を持つことによって、関係国が日本に軍事行動を起こすことを53条が正当化しているでしょうか。国の安全保障政策は国民全員の命を守るための重要な決定であるため、おかしなことをしたら責められるというような表現が何を意味しているのか全く不明ですが、このような表現で政策を変えさせようという試みそのものに疑問しかありません。国連憲章を持ち出すならば、国連憲章をしっかりと提示して国民に説明するべきではないでしょうか。さて今回は国連憲章の敵国条項についてお話ししました。この動画が良いと思われた方はいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。